おめでとうございます。幼女から贈り物を受け取り、富士助行システムにバインド成功。幼女の修行データ経験値は、10倍になって宿主に還元されます。宿主が幼女に贈る品の価値も、10倍になって宿主に還元されます。異世界からの先輩、嘘じゃなかった。やっと私のトングジが届いた。ご注意ください。現在の親子交換度はマイナス99。7日後もマイナスのままの場合、宿主の身体が、ランダムに10センチ縮みます。ランダムってつまり。私の前で狂ったふりをしても無駄だ。警告する。これからもこんな恥さらしな真似をしたら、この件、容赦しない。今、娘からもらった霊薬を返せば。これって贈与に等しくないか。待って。チングルオ。この薬、もらえない。父さんの評判はとっくに地に落ちている。少し言われたくらい、どうってことない。お前は修行を遅らせてはいけない。また何か企んでるの？彼が盗んだわけじゃなくても、普段の彼なら、酒と交換するんじゃないの？根性がないくせに無理すんな。私に取り入ろうとしてるんでしょ。私が星雲荘に入ったら、この家でお前を守る者がいなくなり、ソケから追い出されると思ってるんだろ？取り入る。父さんはな。まだ娘に頼らなきゃいけないほど落ちぶれてはいない。むしろお前だ。偏見に目を曇らせるな。あの役立たずと一緒にするな。あんたが役立たずなの、私と何の関係が？たとえ私が星雲荘に入門しても、あなたを放っておくわけにはいかない。しかし、おとなしくしていてくれ。これ以上面倒をかけないでくれ。ポスト、贈与完了おめでとう。一体下品潜水弾3粒を贈与。変換防撃レベル銃声アイテム獲得。4回極品潜水弾1粒。システムの言う通り、初心者機関の好感度が低いほど、防撃が激しくなるなら、私の10倍防撃は最大限だ。システム。見せてくれ。今の SU チングルオとの好感度を。バインド対象 SU チングルオ。修行連期6層好感度マイナス95。評価、天才少女がダメ親父に当たってかわいそう。母上。彼、今日は少し気骨があるね。以前のように情けない姿は見せていない。でも、彼の短打は損傷し、もうダメ人間だ。私が行く先は不透明だ。大きな楚か、人心は計りがたい。私がいなければ、彼をいつまで容認できるだろうか。兄貴よ兄貴。お前、自分の妻の生死がわからない。娘はいつも虐げられてきた。なのに、お前は、自分で飲み死んでしまった。本当に情けない奴だ。愛しい娘よ。父を待ってくれ。父が十分強くなったら。お前が今まで受けたすべての苦しみ。父は、倍にして返してやる。この潜水弾。やはり良いものだ。本当に枯渇した短打を修復してくれる。違う。修復だけでなく、むしろ変身のようだ。このガキ。宝物庫の盗難はお前の仕業だと知っていた。四長老、飯は適当に食べられるが、言葉は適当には言えないぞ。まだ言い訳する気か。短打を壊されても修行できるなんて。お前は宝物庫の弾薬を盗み食いしたに違いない。この老婆は寿命が尽きかけ、急いで身代わりを探している。何度もチングル王星雲荘の、ジンファンシン君の目かけに送ろうとした。寿命を伸ばす弾薬と交換するために。元の主が承知しなかったから、いろいろと狙われた。四長老を見てごらんよ。私たちはみんな家族なんだから。話があるならちゃんと言おうよ。こそ泥みたいな輩がこの私とまともに話す資格なんてあるか。お前が罪を認めないなら今日この私が、家主に代わって門戸を粛清し楚歌からお前という厄介者を除いてやる。四長老たとえ私を殺したとしても、チングルには前の手が届くはずがない。家主と大長老は愛宕健在だ。
彼らが必ず真相を明らかにし私の潔白を証明してくれる。真相？罪人 DMO 翻訳を盗み、逃走中に焦りから心を乱し、丹田が破裂して死亡。死の間際にチングルをこの私に託した。この言い分で十分だろ？誰か、早く助けて。叫べ。もっと叫んでみろ。この庭の周りには私が結界を張ってある。喉が潰れるほど叫んでも誰も助けに来やしない。もうてめろ。安心しろ、お前が死んだら。この私がチングルを、実の娘のように大切にする。宿主おめでとう SU チングルの修行レベルが、連気7層に上昇変換防撃レベル9星。修行レベル極貧蓄機を獲得。蓄気には、品あり上品蓄気でさえ万人に一人の割合。私が極貧蓄気だなんて娘よ。父さんは本当にお前が大好きだ。お前そんなはずがない。どうして連気一層から一瞬で極貧蓄気に突破できたんだ。ありえない。四長老はちょうど佳境だったのに。どうしてそんなに急いで帰るんだ。まさか、ずっと実力を隠していたのか。BMO お前は一体何者だ。何をするつもりだ。誰か来い。四長老はお忙しいのか忘れっぽいな。さっきお前が言ったじゃないか、この結界はお前が自ら張ったと。喉が潰れるほど叫んでも誰も助けに来ないと。俺の娘を奪おうとしたのはお前か。ムコデン、これは誤解です。とんでもない誤解ですよ。ムコデン、私たちはみんな家族ですから。話せばわかることじゃないですか。家族は仲良くしなきゃいけないですよね。そうですそうです。そうじゃねえよ。俺は林、お前は、以外お前ごときが俺と同列に語れるか。お前。リンも落ち着け。俺はもうスジンを、ジンファンシン君の妻として嫁がせた。彼は蓄気を超えた金丹シン君だぞ。それにスージンのは、お前の身の娘じゃないんだ。彼女は稀な原因霊魂だ。シン君と総集すればシン君の修行が進む。マ君を喜ばせれば、今後この珍しい宝物が、お前に回ってこないわけがないだろう。よくもまあ、後でなんて言えたな。俺の愛娘をあんな畜生に売り飛ばすなんて、お前は本当に死に値する。リンも、これは天にも昇るほどの幸せだぞ。お前の丹田は損傷してる、畜元までが限界だ。ジンファンシン君ならお前の金丹の夢を叶えてくれる。あれが夢を叶えるってか。ジンファンは終戦して100年余り。前後して10数人の同僚が死んでる。表向きは主催だが実は女性を。連行用の露呈としてるんだ。でなきゃあのクソ野郎の教会が。上がるわけないだろ。死ね。これらの宝物は、すべて祖家のものだろう。軽率に珍老にあげると、殺身の災いを招く恐れがある。このものは、どう見ても凡品じゃなさそうだ。さっき、危うく俺の頭を削り落とすところだった。これを珍老にあげたら、大儲けだ。四長老の命牌が砕けた。あの方は、まさか不測の事態にあったのか。我々祖家は専門の名門だぞ。四長老は蓄気の新人だ。一体何者だ。彼女を殺したのは、
いつからゴミが臭祠の議事に参加できるようになった。酒臭いなんてみっともない。さっさと出て行け。総祠の血を汚すな。お前、ここで何をしてる？族内の大将のジムには、お前の出る幕はない。俺には親友がいてな。お前が星雲荘で修行に行くと聞いて。俺に頼んで。これを渡してくれって。この指輪、なかなか綺麗だな。お前によく似合う。持っておけ。彼は普段こういう場を避けて通るのに。今日はわざわざ族人の上昇を犯してまで飛び込んできた。もしかして本当に、ただ私に物を届けるためだけに？私は人から物をタダで受け取るような真似はしません。そのお友達はどこにいらっしゃるの？直接お礼を言いたいんです。もう聞かないで。このものをちゃんと持っていて。彼は名前を残したがらないんです。あなたはもうすぐ星雲荘で修行するんだから。すべてのことを修行に集中すべきだ。余計なことはにも構わないで。対象を SU ジングローにバインド。修行、電気7層、高感度、-80。宿主、贈与完了、保険尊者の指輪を贈与。変換倍率ハスター、剣戦正解を獲得 ×1。大儲けだ。この指輪、やっぱりただものじゃない。昨夜、四長老の冥拝が突然砕けた。確認済み。四長老の神魂はもう散った。どうしてそんなことが？彼だ、DMO に違いない。おととい、宝庫盗難の件で四長老は言っていた。DMO を直接尋問すると、きっと DMO が四長老を殺したんだ。SUG、何をデタラメ言ってるの？あいつが何だっていうの？そうだ、DMO なんて電気一層のゴミだ。四長老が指一本で潰せる。誓ってもいい。昨夜、この目で見た四長老が別院に入っていくの。DMO は別院に住んでいる。彼以外に誰がいるっていうの？ SUG、出たらめ言うな、私の父は。彼の修行は電気一層に過ぎない。どうして筑木真人を殺せるんだ？ヒット夫人が失踪する前に、越界殺人の秘宝を残したんだ。賊が隙をついて、四長老を殺した。黙れ。この悪度、何度も私の両親を誹謗するとは。死にたいのか。あいつはもともと食い縁目当てで、ソケに居座ってるゴミだ。ジングルお嬢様。目を覚ましてください。DMO はあなたのチップじゃない。こんなゴミのために、ソカ全体と敵対する必要なんてないです。それに、DMO なんてゴミは、ソケの顔を潰したたとえ彼に暗殺する能力がなくても、こんな奴をソケに残しておくのは、私は足を滑らせて。この人はどうやら、少し死んでいるようだ。怖がらないで。この家では、弱い者はいじめられるもの。彼は何度もあなたを挑発した。彼が死ななければ、これからこの家で、私たちは永遠に踏みつけられる。そう、青ガ、これはどういう意味だ？ソキはただの外星の下僕。女性を名乗るようになったが、彼はたびたび身分をわきまえず。彼は死ぬべきだ。お前は。待て。青ガが、お前は、電気7層を突破したのか。なんだって電気7層7層。青ガ様が突破されたとは、16歳で電気7層。青ガが星雲層に入門したら、必ず神殿弟子になれる金丹も望める。青ガ様が金丹魔君になられれば、我が祖家はこれから星雲軍で、横暴に振る舞えるではないか。しかし当主。たとえ青ガが一族の天才でも、理由なく人を殺すのは重罪だ。指導で人を殺すのは先祖を軽んじる。そうだな。青ガに続き100編書き写しを命じる。終戦の世界は常に弱肉強食。一族の天狂が現れ少し傲慢になるのも。確かに大したことではないソキが愚かでなければ。必ず全力で育てるだろう。当主四長老は殺害される前、林母子を調査していた。たとえ林木が廃人でも四長老の死派。彼と無関係とは言えない。四長老の死は林僕とは関係ないはずだ。
この件は続郎に徹底調査させる。これ以上言うな。しかし、皆、血で。はい。林澄お前は修行が低いが。しかし、見てわかる通り、星雲軍では、もはやチングローにふさわしい者は誰もいない。あなたは彼女のヤブ、昇華との婚約破棄は、あなたが面と向かって話すべきだ。昇華との婚約破棄。そう、破棄だ。チングローはどれほど輝いているか。キアオヤンのような役立たずと一緒にいるわけにはいかない。彼の過去の才能がどんなに高くても。それはもう過去の話。今はただの落ちぶれたもの。この婚約は絶対にチングローを不満にさせてはならない。破棄しなければならない。昇華、落ちぶれた天才、婚約破棄。なんだか耳にしたことがあるような。キアオや青二歳が、30年かと30年火災と体現相互するとは。もし彼が本当に成功するなら、人に役立たずと言われるまで落ちぶれることはない。これは一体どこに連れてこられたんだ。これは婚約破棄者の名シーンじゃないか。当主、この件は、もう少し待ってから話し合えませんか。DMO、どういう意味だ。もし体調が悪いなら、屋敷で静養すればいい。しかし、婚約破棄は一刻の猶予もならない。昇華は最近もあちこちで宣伝している。チングローとの婚約を、これ以上引き延ばすと、チングローの評判に影響が出るかもしれない。大長老。実は、ご覧の通り。私たちは、婚約を結んでいますし。それにこのチングローは、すぐに出世するのです。今になって破棄だなんて。外に知れ渡れば、事情を知らない人々が、笑い物にされるでしょう。笑い物？我が SUGU はこれまでの行動を、わざわざ他人に説明する必要はない。チングローは天性の才能に恵まれ、そもそも、間違った婚姻に縛られるべきではない。早めに損切りするのが正しい。笑い物などどこにある？私は婚約破棄に賛成だ。まさか。本当にガリューがホースーに出会ったようなものだ。君たちは落ちぶれた天才に将の性がつく意味を知らないのか。もういい。チングルを、結婚のことは、わがままはやめなさい。婚約を結んだとき、あなたは何も聞かなかった。やっと抜け出せる今。あなたが邪魔をする。なぜ？少し調子に乗ったら、本当に染屋を開く気か？自分の姿をよく見ろ。この家で、あなたに発言権があるのか。チングロ。以前は父が悪かった。これから必ず償う。しかし、婚約破棄は冗談ではない。何事も余裕を持って、後で顔を合わせやすくする。恩を残す方が、恨みを買うより良い。キアオ家と何の恩がある？キアオヤンとは一度も会ったことがない。この婚約は、もともと家族が押し付けたもの。私が破棄するのを止めるのは、私を地獄に突き落とすようなものだ。DMO、公平に言わせてもらう。ここ数年、あなたは父親としての責任を果たしていない。チングローの婚約は、彼女の意見を尊重すべきだ。当主、私の意味は、あなたは本を忘れてはいけない。そうでしょう。こうしよう。まず会ってみて。それから結論を出そう。それでもダメか。本を忘れる？よくも言えたものだ。つまり、私がチングヤン層に入っても、あなたというヤブをよく覚えておけ。必ず感謝し、孝行しろ。そうだろう？私の結婚は私が決める。あなたの心配は無用だ。違う。その言葉はどういう意味だ？違う。私、さっきはそういう意味じゃなかった。私が。それなら、明日。私が直接キアオ家へ行く。あなた。時間の無駄だ。違う。あなたたち。システム。私とチングローの。現在の好感度はいくつ？現在の好感度はマイナス55。父に対しては好感度が上がったのに。そんな態度を取るなんて、口が固くて心が優しい娘だな。トングジ、個人パネルを表示。宿主 DMO 資質八霊根山。評価、30年は川の東、30年は川の西、貧乏な親父をバカにするな。八霊根。これってゴミ添付じゃないか。幸い今は極貧蓄期だ。さもなければ八霊根だけでは、あまりにも恥ずかしい。
このチングル王が、自分の結婚をどうしても自分で決めたいなら、この異世界から来た大親父に、チート能力を加えて、地元の奴に負けるわけがない。ダメだ。今夜、行ってみよう。あの正家の正公子が、一体何者なのか。ダンラオ。この控えた術はたかが下品人数。大したことないと思うが。どうして毎日1000回も練習する必要があるんだ。何がわかる？これは練炭の基礎だからだ。どんな工法の基礎だ。では、いつ練炭を教えてくれるんですか？世間は控え化術が簡単だと思っているが、知らないのは、もし対応する工法と組み合わせれば、控え化術は計り知れない剣痛を爆発させる。この子、本当に随身ロヤジジを持っているのか。娘よ。この婚約、簡単には破棄できないな。さもなければ、彼の少年の貧しさを馬鹿にするなというコンボ攻撃が来た。耐えられない。どんな工法がそんなに神秘的なんだ？この指輪の文様を、私が娘にあげた。謙遜古海とほとんど同じだ。もしかして両者に関係があるのか。この指輪を拾ってから、私はダンラオの弟子になった。毎日控え化術を練習して、修行が遅れてしまった。かつて誰もが羨む強制の記載から笑い物に、皮肉なものだ。誰が私を覗いている。あちこち見回すな、すぐ部屋に戻れ。まさか、誰かが、どうぞさえ見つけられなかったダンラオを洞察できるとは。来たものの周囲の高さ、私の命を取るのは指を引くほどの時間だろう。極貧蓄期にシステム隠しまでしているのに、見つけられるとは。この子、連気三層だけでこんな運を持っているのか。恐ろしいほどだ。母がくれたこの剣は、ただの凡鉄で作られたものだ。今日はなぜこんなに違うんだ？俺の剣の腕前が、突然大きく上達してしまった。おかしい。この指輪か。悟りを助ける手法、世にも珍しい。どうして彼はさりげなくくれたんだ？もしかして、俺がただでは受け取れないと見越して、わざと、適当な口実を並べたのか。いい娘だ。しっかり練習しろ。父さんが後ろで支えてやる。今日は珍しいな、上等な着物に着替えただけでなく、髭も剃った。どこへ宴会に行くんだ？こんなにきちんと身だしなみを整えて。こんなに。かっこいい。目が離せなくなっただろクソ。きちんと水黒いしたら、普段の酔っ払いの姿とはまるで別人だ。どこへ行くもんか、商家へついていくだけだ。娘の一生の大事なことなのに、頼りになる年長者がいない。後ろ盾になってやれないから、あの老子供にいじめられるんだ。俺はただ婚約を破棄しに行くだけだ。ついてくる必要はない。勘違いするな。系譜という肩書きをかぶって無理に責任を負う必要はない。チングル王。商家へ向かう時間だ。正家の人に恥ずかしめられたくなければ、行かないことを勧める。行ったとしても、何の役にも立たない。父さんはな、人の噂なんて気にしたことないんだ。おかしいな、俺たちの悪口言ってるみたいだ。違うだろ。あの芋野郎にそんな度胸あるか。DMO、何しに行くんだ？行っても邪魔になるだけだ。君が一族の決定に同意しないなら、この件には関わらないでくれ。俺が処理する。実はな、彼も一緒に行かせてもいい。その時、ソケと商家の二大落ちこぼれが顔を合わせる。これもまた一興だろう。ここ数年、チングル王の父親として、確かに不甲斐なかった。だからこそ、余計に行かなくてはならない。もし本当にチングル王を大切に思っているなら、不甲斐ない父親を嘲笑うよりも、彼女のために体裁よくこの件を解決してやることこそ、本当の思いやりだ。蘇慶、蘇長老、正慶。中へどうぞ、どうぞどうぞ。さあ、どうぞ。今回お二人がお見えになったのは、
何か重要なご用件でしょうか。これが。こちらは？小王子、こちらは。家父です。普段は少し人付き合いが苦手でして。林 MO、昇華ご当主に拝謁いたします。この人はなんと窮地の顔をしている林僕。林家。まさか彼はあの一族の末裔なのか。この方は名高い方だ。遊女たちは彼を見ると、実の父親に会ったかのようだ。祖家は名門のはずなのに、なんと、行基一層の役立たずを婿に取ったのか。あの情けない様子を見て。本当にだらしない父兄だ。ご来賓の前で、ひそひそ話とは何事だみっともない。もし私の勘違いでなければ、祖家、今回お越しになったのは、息子と清良城の婚約の件で証実を言うと、数年前、我が家の死んだとあなたの小君子が、婚約を約束したが、少し軽率だったかもしれないでは、あなたは、どうすれば軽率でないと言えるのか。破談だ。今日、私は祖家との婚約を破棄する。しまった先に破談を言い出された。これは私の顔を潰すつもりか。この小僧。面はうちの神羅とそう変わらないのに。実力はうちの神羅には遠く及ばない。破談を言い出す資格がどこにある？言うなら、我が祖家が言うべきだ。30年は加藤、30年は火災少年の貧しさを侮るな。やはり見慣れた展開、懐かしい味わいだ。待て。おかしい。彼、喉仏がない。まさか修行したのは、青い花法殿か。我が家の神羅は天賦の際に恵まれ、わずか16歳で行基7層に達した。小君子が彼女に追いつこうとするなら、たった30年ではおそらく足りない。専門の弟子でも50歳前に行基6層に達する者は、ごくわずかだ。蘇生らはまだ16歳で、すでに行基7層だ。我が家の荘園もかつては並外れた天才だった。もし修行が停滞しなければ、彼女に劣ることはなかったはず。もし火炎制御術を必死に修行していなければ、どうして修行が停滞しよう。蘇生らに負けることなど。老いぼれどもが我が庄屋の弱みにつけ込む。以前は私をあれこれ持ち上げていたのに、今は修行が停滞しているのを見て。すぐに捨てるように悔しい。情けない鷹が行基7層の田舎娘に、そんなに興奮するとは中域では。16歳で行基7層なんて入門の標準レベルだ。天から選ばれた者たちは16、7歳で蓄積する者も珍しくない。この程度の心境でどう修行するつもりだ。何？これはあまりにも大げさだ。中国なんて宇宙の片隅の塵に過ぎない。蘇生楽の資質は中域で言えば、徒門弟子にやっと入れる程度だ。死について35年修行すれば、蘇生楽どころか中国全体の天才も君にはあり同然に見える。認めよう。今は蘇生楽に及ばないが今日、彼女と3年の約束を結ぶ。しまったやはりこの手か。フラグを立て始めたな3年の役。展開が私の予想と全く同じだ。林僕何を狂っている。ここは両家の協議の場だ。勝手な真似は許さない。何を狂っている。ここは正家の地だ。お前が大声を出す場所ではない。お前。私は清楽の父だ。彼女の人生は。お前たちの駆け引きの道具ではない。清楽は気が強く婚約に縛られたくない。小君子が自分をアピールしたい気持ちもわかる。だが少年の意地も家族の面目も、一人の娘に背負わせ、結果を負わせるべきではない。この賭けは、認めない。もし誰かが、我が家の清楽の未来を賭けにするなら、それは死林僕への敵対行為だ。この誰にも譲らぬ気迫本質を見抜く眼光。強い、彼は本当にあの噂の、酒ばかり飲む無能な婿養子なのか。何をしている。早く降りろ。いや、こうしてはどうか賭けを3年延期に。そうすれば我が家の清楽も、清雲荘で修行に専念できる小君子も、本当に実力があれば証明できる。
その時二人で解決させよう。皆さんどうでしょうか。対象者蘇生楽。好感度-35。快感だ娘の好感度をもっとくれ。3年。3年延期。目利き一層の役立たずに。目の前で好き放題させておくのか。鼠径部が昇華を。舐めているとでも思うのか。愚か者早く降りろ。電気一層のゴミくずめが。ここでふざけるとは、我が庄屋に人がいないとでも思ったか。死にたくなったか。ヒヤオヤン、お前は俺の相手にならん。退け。星雲上では誰もが知っている。お前の父親は無能だ。俺に言わせれば、お前も本物の天才とは限らん。どうした？彼は廃人のはずでは？俺の元気で傷つかなかったとは。この気配はどこかで感じたことがある。まずい。この男は昨夜、俺たちを試した奴だ。ありえない。彼は連気一層だぞ。蘇我で有名な無能者だ。どうしてあなたの実力を試せようか。愚か者大物の多くは普段、豚を演じて虎を食うのが好きだ。どんな修行を披露するかは、彼らの気分次第だ。この男の先導の気配は混然一体だ。ひょっとしたら家人の大物かも、いや、もっと強いかもしれん。家臣の大物より強いなら、合同の子孫か？庄貴美子、さっきの提案はいかがですか？まずい、さっきずっと君の指輪を見ていた。明らかに俺を見ていた、このような人物は、見た目ほど単純ではない。彼の意志に逆らうな、ましてや正面から対抗するな。彼の言うことを聞いて、まずは受け入れろ。ヒヤオヤン、林先輩のご判断にお任せします。林先輩、彼は一体何をデタラメを言っているのですか？うちのヤン ER は気性が激しく、誰にも服しません。今日はどうしたのですか？庄貴美子、礼には及びません。どうぞお立ちください。手は柔らかく、肌はツヤツヤ、この感触は。少年が持つものではない。娘よ、この婚約者は。実は女装だったのか、面白い。機会を見つけてしっかり探ってみよう。商家が何を企んでいるのか、見てやる。庄貴美子、さっきあなたはチングルオと剣を交えました。ただの若者の意地の張り合いです。しかし修行の道は長く、意地の張り合いだけでは、全く意味がありません。そしてあなた方二人は、この婚約に縛られてはいけません。3年後、チングルオが修行を成し遂げ、庄貴美子も十分に実力を証明できるでしょう。その時には、二人に自分で決めさせましょう。縁の行方、結ばれるか別れるかは、すべて彼らの気持ち次第です。こうすれば、商家の面目も立ち、チングルオも守られます。二人の修行の邪魔にもなりません。この提案は、今、皆さんが顔を真っ赤にして争い、仇同士になるより、ずっと妥当ではありませんか。この人の風格を見ると、どうやら林家の後継者のようだ。御言語で簡単に矛盾を解消できる。残念ながら、彼は修行が足りず、大した器にはなれないだろう。ヤン ER がすでに同意している以上、この件はこれで決まりだ。お二人のご意向はいかが？ DMO のやつが。普段は頼りないが、いざという時には役に立つと花。よし、よし。ありえない。我が蘇我は一度言ったことは必ず実行する。婚約破棄はすでに決まったこと。簡単に変えられるものか。彼は我が蘇家の婿養子に過ぎず、ただの役立たずだ。私。蘇家の主導権を握る資格などない。主に、主の母、この子でしか苦しめたの。このばあさんがあざわざ出てきて邪魔をする。ことが大きくなるのを恐れないのか。もういい。まずこの剣を収めよう。絶対に彼女にチングルオの修行の未来を台無しにさせてはならない。お前、これは一体どういうことだ？これは剣の境地に突然悟りを開いたのか。私は100年も剣術を鍛錬して、ようやく剣の境地の入り口に立ったばかりだ。この小娘はまだ16歳で、すでにこの老いぼれをはるかに引き離している。当然のことだ。時が経てば、我が家のジングルオは、星雲老祖のように化身を成し遂げられないこともない。たとえ私が修行を怠らなかったとしても、
この女に追いつくのに3年で本当に足りるのか。SU ジングルを、賢秀の心を悟る。防撃レベルを変換、6つ星。自動獲得、体質、謙遜生態。自動獲得。父上、どうやら私の正体がバレそうだ。全員下がれ。絶対に邪魔をしてはならない。何をぼんやりしている。早くリン MO を引き離せ。この不届き者め。これは、謙遜生態。伝説では子孫のみが持つという謙遜生態が、どうして DMO のような役立たずの身に現れるのだ。ありえない。やはりこの方は非凡な方だと知っていた。おそらく祖家の先祖が、この先輩に恩を施したのであろう。恩返しのため、先輩は婿養子という身分を借りて、属性で心を鍛えていたのだ。今、生態が完成し、功徳も円満。これは天が与えた大いなる起源だ。父上、申し訳ございません。私の力不足で、商家の面目を立てようとしたのに、今や DMO は子孫生態となり、SU ジングルは敬意の原型を凝らし、私は何も持たず、かえって商家を笑い物にしてしまった。私が不甲斐なく、父上を失望させてしまいました。この先輩は誰だ？父上？どうして輝いているんだ？目がくらみそうだ。権威が形となり、天と人とが一体となる。我が州国のこの片隅に、これほどの絶世の天賦が現れるとは。ありえない。彼はまだ連気一層だ。憲法の造形がこんなに高いとは。さっき彼が簡単に、私とキラオヤンの剣を隔てたのは、この権威の加護か？DMO、何をするつもりだ？大長老。チングルオワのリン MO の娘だ。彼女の終身の大事は、他人がとやかく言うことではない。今から。彼女の根治は私がすべて決める。意義はあるか？あなた。以前はみんなが彼を無能な婿養子とあざけっていた。私は密かに彼が頼りないと愚痴っていた。しかし今日、彼は公の場で、こんなに威勢のいい方法で私を支持した。少しは父親としての覇気があるな。元気一層で生態を悟るとは。一体どうやってやったんだ？そうだ、彼は剣を練習したことがない。どうして突然剣道の生態を悟ったんだ？俺はな、頭の中でちょっと考えて。適当に剣を一振りしたら、うっかり悟っちまったんだ。そんなに難しくないだろ。心中で演練しただけで、謙遜生態を成し得るとは。DMO の天賦は北原全体を見渡しても、極めて稀な存在だ。当初は、全族の力を挙げて WMER を支持し、彼に薬を探して治療すべきだった。残念ながら、今となっては手遅れだ。DMO、謙遜生態を手に入れたからといって、蘇我を脅迫できると思うな。無能者は無能者だ。周囲が低ければ、悟りが高くても何の役に立つ？もういい。これ以上言うな。DMO、チングルオの婚約は君の言う通りにしよう。よし。ことが決まった以上、そろそろ時間だ。屋敷に霊前の準備ができている。どうぞ席に移って食事を。蘇慶、一門に二人の天才、おめでとう。これからは、星雲荘が蘇家の門を叩きに来るだろう。謙遜生態は確かに天賦卓絶だが、しかし、DMO は年を取っている上に丹田を損傷している。この生涯、先導とは縁がないと決まっている。言うまでもない。確かに惜しい。しかしチングルオがいる限り、蘇家は、今後100年は必ず栄えるだろう。それでは小兄の義ことに預かります。今回下山して弟子を取るのに、星雲荘は祖母を開くのでしょうか。この件は、まだ確かな情報は出ていません。ただ、開かれるのではないかと推測しています。星雲祖母には確かに無数の霊丹秘宝が埋まっていますが、蓄危機以下のものしか入れず、たとえ入れたとしても、生きて出られるとは限りません。チングルオの母は、当時、私の薬を探すために、
星雲祖母に入り、行方不明になったそうです。今またその星雲祖母が、開かれるのでしょうか。私が林 MO に転生した以上、チングルを守り、この古い因縁を断たねばなりません。ただ、祖母は極めて危険で、この娘は頑固な性格。軽々しく危険に身をさらさせてはなりません。君はずっとお母さんのことを気にかけているのは分かっている。安心しなさい。祖母が開かれたら、必ず彼女を連れ戻すから。君は、家でじっとしていればいいんだ。私は、ヤン ER、これはどういうことだい？師匠、どうか弟子の一礼をお受けください。小君子、それは困ります。連期三層が連期一層に弟子入りとは、本当に生きてて初めて見た。林先輩、どうか私を弟子にしてください。さっきまで彼女が男装している理由を探ろうと思っていたのに、まさか私に弟子入りしたいとは。あの指輪の中の人の意向か。それもいい。この焦がしい奴が兄を企んでいるのか見てやろう。君は、私の弟子になりたいのか。師匠、ヤンヤルは必ず常に師匠の教えを心に刻み、師匠の無常の剣道を広めます。もし私が彼を弟子にしたら、彼女が女であることはさておき。何より彼はチングローの婚約者です。それで私を何と呼べばいい？頭が痛い。頭を使いすぎた。ダメだ。これは絶対にありえない。ヒアオヤン。その考えは諦めなさい。彼は、君を弟子にすることはできない。なるほど。この娘は焼き餅を焼いているのか。私がキアオヤンを取って彼女を捨てるのを恐れているのか。ヤン ER、君は昇華の若君だろう。どうして他人に弟子入りするんだ？君は、ますますお嬢様らしく、亡くなってきた。者ども、彼女を閉じ込めろ。父上、林先輩は、心根も剣能でも、私より優れています。もし彼が私を弟子にしてくださるなら、それは我が昇華の光栄です。どうか私の選択を尊重してください。あなた。その通り。世の中は危険です。あなたは娘の身です。修行は容易ではありません。子孫の門下に入れば、庇護と指導が得られるだけでなく、ちょうど、私には総集の機構、引用ネム校があります。林子孫とよく研究して、修行を完成させればよい。チングルオ。あなた、婚約者が嫌いなようですね。でも、彼は見た目は立派なのに。好きじゃない。彼の顔は確かに整っている。でも、彼には男らしさがない気がする。具体的な感じはうまく言えないけど、とにかく。彼を弟子に取るのはダメ。これが、女の第六感ってやつか。我が娘は、曲がってない。ヒアオヤンを無理に弟子にしたら、娘との親密度が急落するかもしれない。関係はもう十分にややこしい。ならば、徹底的にややこしくしよう。小君子。私は修行が浅く、あなたに教えられるものは何もありません。こうしましょう。あなたはチングルオに指示しては、どうですか？ふざけるな、DMO。ヒアオヤンは小家の若主です。どうしてチングローに指示できるものか。いいわよ。小君子は私に指示して。師として必ず。すべてを授けましょう。間違いない。これはきっと先輩からの試練だ。彼があの娘をそんなに重視している。あなたが彼女に指示さえすれば、きっと子孫の目に留まる。チングルオ子孫、拝謁いたします。あなた、本気なの？厚かましい。チングルオ、何をぼんやりしている。このお茶を受け取れば、二人は師弟関係だ。堂々たる昇家の若主が同輩に指示するとは。昇華は確かに没落しつつあるようだな。そう長老、我が子には確かに未熟な点がある。しかし、お前が聞かれている権利はない。確かに私は祖長老ほどの修行はないが、もし昇華を恥ずかしめようとするなら、たとえこの老いぼれの身を投げ出しても、お前と戦ってみせる。昇家、怒りを鎮めてください。昇家、怒りを鎮めて。我が祖家は先日返事に会い。大長老の心境はまだ平穏ではありません。故に言葉遣いが無礼なことがあります。昇家、気にしないでね。チングルオ、まずは家の主と一緒に帰りなさい。私はあなたのこの小さい弟子と少し話があるんだ。
彼と何を話すんだ？彼が私を死と仰ぐのは、私に取り入るためだ。それがわからないのか？はいはい、その通りです、子孫。それを見抜くなんて、本当にすごいですね。言うことを聞きなさい。キアオヤン、あなたは私の弟子だ。あなたたちの間の会話は、後で。一言一句も漏らさず私に報告しなさい。はい、子孫。帰りなさい。小娘、まだ何か言いたいことがあるのか？警告する、私の悪口は絶対に言うな。父として人格をかけて保証する。絶対にデタラメなことは言わない。絶対に君の悪口は言わない。あなたの人格？前回は酒場で付けに使ったじゃないか。その前は酒1タル分の代金に変えた、まだ使い切ってないのか？部屋に戻りなさい。部屋に戻りなさい。いけいけ。宿主と幼女の好感度が上昇、おめでとうございます。現在の好感度は 1%、好感度が初めてプラスになりました。宿主は新機能、戦闘力検索のロックを解除しました。機能紹介、ターゲットを自動検索し、基本属性と戦闘力数値を表示、自身の戦闘力数値も表示します。注意。好感度が継続的に上昇すると、より多くのシステム機能が徐々にアンロックされます。いいね。連機、蓄機、カナタン、いろんな境界とか。うんざりだ。数値で実力の工程を表示すれば、様子がおかしければ、すぐに逃げ出せる。終戦会は誰もが拳を信奉し、そもそも生理的常識に欠けている。それにこのキアオヤンは理想がとてもうまい。それに飛行場みたいで、よく見ないと。本当に男か女かわからない。私は780の戦闘力がある。彼を10人くらい倒せるかな。私はすでに彼に完全に正体を見透かされているかもしれない。どうしよう。どうしよ落ち着け、慌てるな。う。林おじさん、わざわざ私を呼んだのは何かご用ですか？君を呼んだんじゃない。彼を呼んだんだ。隠れているやつ、早く現れろ。ダンチェンジ、子孫にご挨拶申し上げます。私は残魂の体ではありますが、先導の威圧はまだ残っています。元キイカなら確実に肝を潰す。彼が本物の子孫かどうか、見極めてやる。ダンラオ、彼はどうやら反応がないようだ。名前ダンチェンジ。年齢1020身分単層の素。修行元一層戦力損傷戦闘力3004。この老いぼれ、来歴がすごいかけた魂体。まだ3000以上の戦闘力か。信じられないこの人の先導の木は混然一体。パンダの中には戦神が内包されているようだ。私の修行でも見えるのは、完璧な身体が浮かんでいるだけまさか。彼は極貧蓄気を修行の起点にしたのか。彼はどうして黙っているんだ。この老いぼれ、どうやら私を少し恐れているようだ。ダンチェンジ。お前は罪を知っているか？この DMO はまさか、中域の旧敵が私を滅ぼすために呼んだのか。小生、何の罪があるのでしょうか。彼が持っているあの指輪。お前が送ったものか。知っているか？これは阿賀研修の手法だ。どうしてお前の手にある？先輩、大懲りなくこの指輪は星雲祖母から出たもの。我が一族の長老が数年前に墓の中で得たもの。後に私に譲り受けた。私に渡せ。この指輪は私が愛娘に送ったものと。模様が少し違うどちらも星雲祖母から出たものだろう。しかし星雲老祖は神木の宗師と言われている。どうして子孫の秘宝があるのか。確かにこの指輪は確かに我が研修の手法です。先輩が手法を取り戻されたのは本当に良かったです。お前はどうした？なぜ？我が研修の秘宝の中に隠れている。末輩本当にやむを得ずこの下策に出ました。先輩、お許しください。
丹老は当年、死闘で重傷を負い大墓を通りかかった。この指輪が神魂を音用できると発見した。故にやむを得ずここに寄りするしかなかった。許可なく我が賢秀の司法に住み着いたお前は。キアオヤン。いえ。私は彼に家賃を払わせるべきか。この老いぼれが指輪によりできるなら、きっと多くの終戦の秘話を知っている。少し脅してみよう。何か騙し出せるか見てみる。先輩、冗談を。丹老もやむを得ず指輪に身を寄せているだけです。わざと失礼したわけではありません。もし先輩がお許しくださるなら、この商家が秘蔵する修行資源でお詫びいたします。どうか丹老をお咎めにならないでください。では、彼にいくら家賃を払わせるべきだと思いますか？恨みは恨みを持つ者に、賢秀の秘宝は、星雲荘が大墓に隠したのです。先輩はまず、星雲荘を探すべきだと思います。くそ、この娘は確かに賢い。正面から戦うのは無理と分かっている。なんと私をそそのかして星雲荘と戦わせようとする。これを借りて虎をます。この手を彼女はよく分かっている。あの老いぼれを助けただけでなく、私の手を借りて。もしかしたらあるかもしれない仇を撃とうとする。面白い。その通りだ。ならばこの指輪は君と縁がある。しばらく君に預けておこう。ありがとうございます、先輩。この星雲荘、許しがたい。3年前。我が同僚の祖師があの墓で行方不明になった。君はあの墓に深く入ったことがあると言った。おそらく。あの場所に詳しいのだろう。確かに知っています。しかし3年前、星雲の祖師は当時、墓が化身に過ぎません。先輩のご修行では、どうして自分の女を失くすことができたのですか？お前。元取りこのものを利用して妻を探そうとしたが、まさか。1000年も生きた化け物は、簡単には騙せないとは。本当に愚かだ。この星雲古母は、身が思っているほど単純ではない。私でさえ軽々しく手を出せない。ましてや。我が賢秀の秘宝もその中にある。君は。これが合理的だと思うか？確かに理にかなっていません。おっしゃるのは、この星雲荘。上に人がいるということですか？その通り。この星雲古母には確かに怪しい点がある。しかし。もう少し時が経てば、この古母は開かれる。その時。私は必ず行く。もし君がその中で私の妻を見つけてくれたら。私は君の肉体を再構築してやろう。小道、子孫に感謝いたします。兄貴。兄貴。こんな夜遅くに、何の急用で私に会いたいのか？すでに DMO の住居を探ってきました。中には確かに戦闘の痕跡があり、4弟はおそらく DMO に殺されたのです。弁慶一層がどうして筑鬼を殺せるというのか。兄貴は知っている。軍はずっと DMO に偏見を持っている。しかし彼は今日、我が祖家の顔を立ててくれた。それに彼はチングローの父親だ。それに、4番はずっと密かに、星雲荘のジンファンに取り入ってる。これは秘密でもないわジンファンのあいつ。冷酷非道で敵だらけひょっとしたら。誰かが彼を疎ましく思って、手が出せず4番を殺して憂さ晴らししたのかも。兄さん何言ってるの？電気一層で。現存生態を成し遂げたこと自体、不気味だと思わない？彼はわざと実力を隠してる。DMO の丹田は実は傷ついてなかったんじゃないか。祖家に婿入りするために実力を隠したんだ。でもなぜ実力を隠す必要が？兄さん DMO の本当の出自を忘れたの？林家は一夜で滅ぼされたもし黒幕が知ったら、DMO が林家の生き残りだと、私たちまで巻き込まれないか心配よ。じゃあどうするつもり4番が DMO に殺されたかどうか。機会を見つけて試せばわかる。物を送り続ければ償えると思わないで。出費は節約しなさい。私が蘇家にいなくなったら、あなたを守る人がいないいざという時、お金で安全を買えるように。つまりもう私の安全を。心配し始めたんだね。そんなことないわ。他人の前で恥をかかないか心配なの。蘇家の面目が潰れるから。安心して本当に危険にあったら。
父さんの土下座の速さは天下一品だ。消去を許してくださいわざとじゃないんです。チングルお前は、もうすぐ星雲荘に行く父は知ってる。お前は才能に恵まれそこに行けば、きっと重用される。でもな旅先では、法や霊薬なんかは、余分に準備できるだけ準備しておけ。家主が口約束で数日後、宝庫から好きなものを選んでいいと言った。バカだ家主が言ったとしても、大長老の性格を忘れたのか。彼女がいいものをくれると思うか。見かけ倒しのものばかりだ。そうだな私に使う方が私がいなくなってから、彼が有効に使うようになした。絶品の剣術奥義上質の翻訳。見てみて、本物の星雲荘の製品だよ。値段は公正で、老若男女を語らない本当に星雲荘のようだ。流れ出たもの。絵には星雲荘の刻印もあるこれも高すぎる。中級のほうき一つで、なんと400霊石もする。剣術奥義がある最近剣の境地を悟ったばかりで、ちょうど。適した剣法神通が足りない。行こう。見に行ってみよう。ちょっとどいてさあさあ。本当に星雲荘のマークがある。星雲荘の術法は決して他には伝わらないその二人は。どうして星雲荘のものを持っているのかもしかしてどこの墓から掘り出してきたのか。欲しいなら、お父さんって呼んでみて。買いたくなければ買わなくていいそんなに欲しくない。わかった。お父さんが買ってあげるから。お客様は本当に目が高いですね。これは星雲荘の門外不出の秘伝で、価値は500枚の霊石。こんなに大金を出すとは誰かと思えば、祖家の婿養子。林僕じゃないか。こんなガラクタ、俺たちは尻を拭くのにも使いたくない。彼が500霊石で買うなんて、本当に金持ちだな。普段は少しの酒代でさえ、人と口論するくせに。今は私のためにこんなに多くの霊石を出してくれるなんて。彼は本当に変わったんだ。本当に私のことを気にかけているんだ。紐付き大将層青かが。修行連期7層好感度19。ほら、この小僧め。こっそりと、また父に感動させられて。金があるのはいいものだ。買い物に弱い女の子はいない。誰かが私を覗いている誰だ。どうしたの？父が突然みかんが食べたくなった。あそこに売っているみたいだ。ここで待っていなさい。動かないで。出てこい。誰かが追跡していると知っていて、こんな場所に来るとは。度胸がある。なるほど、お二人でしたか。何かご用ですか。別に用はない。ただ、この役立たずが手を出したのがひどいのを見て。要のものを出せ、俺たちが命は取らん。名前五千立ごち船。年齢113歳身分殺し屋。修行筑期4層筑期3層。戦闘力400。戦力が400ちょっとで、俺の800近くには。全然及ばないな。面白い。ちょうど遊んでやろう。多分。二人は俺が金遣いが荒いのを見て、カモだと思ったんだろうな。残念だけど、もう金は使い切っちゃったんだ。これが。なければ、このベルトも。脱いであげられたのに。うるさい。なめんじゃねえ。さっさと宝物全部出せ。あいつと話すな。金がなきゃ、霊魂を抜け。やめてよ。俺はあげないって言ってないだろ。でもな。貧道は一生、弱い者いじめはしたくない。でもお前らは、わざわざ寄ってくる。剣、いいね。じゃあ、その剣を俺にくれ。それからひざまずいて、2回頭を地面にすりつけるんだ。こんにちは。お前らを見なかったことにする。どうだ？死にたいのか。剣、いいね。
牢に。残酷すぎる。二人の地区の強者が束になっても、一撃にも耐えられないなんて、こいつ。少なくとも金丹巻くんだ。なのに毎日、電気一層を装っていた。蘇家全体が、BMO に騙されていたんだ。男の口は嘘つき、俺は本当に。彼が早く帰ってくると信じていた。まあいい。こんな頼りない奴に気を取られる価値はない。この少女、一体どんな神通を発動しているんだ？剣の音だけで、こんな騒動が幼いのに。研修の神通を発動できるなんて、恐ろしいほどの実力だ。宿主、おめでとう。SU ジングローが星雲献血を習得しました。変換防撃レベル5星、獲得神通。展開神通、1年飛線。あいつ、何をやかましくやってるんだ。剣来。展開献血、合同以上の子孫にしか。習得資格のない神通だ。BMO のあいつ。生体を持ち、展開神通まで掌握している。どこの大野社の天性なんだ？思いもよらなかった、我が蘇家に、先導の巨匠が潜んでいたとは。どこ行った？チングルオ。なんでここに来たの？林さん、あなたの言葉のどこが本当なの？買い物に行くって言ったじゃない？買ったものは？ごまかそうとしないで、一体どこに行ってたの？場外で戦いがあるって聞いて。見物に行ってたんだ。嘘ばっかり。やっぱり私は、あなたに現実離れした期待を抱くべきじゃなかった。もう改心したのかと思ったのに、今になっても。2回被験。これ、私に？バカな子、お前にあげるんだよ。2回陽気炭。これ、どこで手に入れたの？また宝物庫に行ったの？蘇家の宝物庫なんて。俺が気に入るものなんてほとんどない。怪我したの？検体で守ってるんじゃなかったの？擦り傷程度だ。お前こそ、これから旅に出るんだから。使いやすい新兵がなくてどうする？じゃあ、お父さんは？外の喧嘩や殺し合いなんて。父には向いてない。今まで無関心だったのに、最近はどこでも私を守ってくれる。命がけで手に入れたものを、自分には必要ないなんて言う。まさか、彼、本当に変わったのかも。ありがとう。お父さん。早く休みなさい。明日、族長が総合場で発表があるから。大長老がお前の参加を指名した。このバカ娘、この一声、お父さんのため。前世は10年近く待ち望んでいた。宿主、贈与完了おめでとう。贈与、2回下品天狼被験 ×1、2回陽気炭。変換防撃レベル4星、獲得アイテム。4回下品煙爆剣 ×1、3回上品金心炭。
なんで攻撃4制しかないの？宿主、新システム機能の解除に成功。万里感知、バインド対象の位置と距離を素早く感知可能。この機能は実用的だな。もし娘が不良に連れ去られても、すぐに駆けつけて、あいつの足をぶった切ってやれる。システム、チングルオのパネルを確認。こんなに高くなってるのか。娘の好感度をマックスにしたら、システムはどんな報酬をくれるんだろう。一晩で参照境界アップ。このシステムの短訳。やっぱりすごい。システム、個人パネルを確認。今なら越級戦闘も問題ない。金丹への昇格は簡単だけど、星雲祖母は、金丹未満しか入れない。祖母から戻ってから昇格しよう。10日後、星雲古母。星雲軍13条で同時に解放される。我が祖家には10の枠がある10人だ。先祖の墓がついに開くのか。そうだ、この1000円を得られれば。我が祖家はまた何人もの筑基の高手を得られるだろう。先祖の墓には天在地方が無数にあるが、同様に危機も満ちている。今回みんなを集めたのは、チングルオ以外に誰が共に行くか。意見を聞きたいからだ。我が子 SU キャンは、電気護送資格は十分。我が孫は符を作れる。墓に入るべきだ。DMO。あちこちうろついて何をしている。食事の時間ではない。酒が飲みたいなら、遊郭へ行って飲め。ご当主私も行きます。少しでも油断すれば取り返しのつかないことに。だからこそ私は行くのです。DMO お前にはまだ、自覚が足りない。この役立たずが。言ったとしても死ぬだけだ。そうだ、お前が何だというのか。後藤主婦はでたらめを言っているだけです。酔っ払っています。チングル大人の話に子供が口を挟むな。DMO 行くというのか。私。あの程度の実力で入ろうだなんて。いざとなったら、チングルお嬢様の後ろに隠れて、泣きながら帰りたがるだろう。見ておけ。大長老が口を開いた以上きっと何か、仕返しを考えているに違いない。3年前 WANER が私の薬を探すために、この星雲の先祖の墓に入り消えてしまった。彼女の夫として傍観するわけにはいかない。私は祖家の婿養子だが命を懸けてでも行くべきだ。この祖家のためであれ。チングルオのためであれ。私は必ず1000円を持ち帰らねばならない。祖祖さん邪魔をしないで。この星雲祖母の危険さは。私にも予測がつかない。あなたが言っても。枠を無駄にするだけ。それに。大長老も同意しないだろう。綺麗事は誰でも言える。あの芝居が勝った様子を見ろ。忠誠心を見せびらかしているだけだ。誰もこの役立たずが行くことに同意しないと踏んでいるのだ。誰が同意しないと言った。よし言うぞ。これこそ我が祖家の男児。あるべき責任感だ。ご当主 DMO には十分な資格があります。よしよしってなんだよ。俺はもう覚悟を決めてる。実力を隠す準備をしてたのに。この老婆はどうしたんだ。俺の味方をするなんて。今回の旅は遊びじゃない。大長老本当に。林僕が祖家を代表して古母に入る資格があると。一言一言が本心だ。反対です。父はただの普通の連聞きです。祖母に入るのは死を意味します。ましてや。大長老はいつも父を祖家の恥とみなしてきました。今になってわざと持ち上げるのは明らかに罠です。ご当主ご明察を。もし私が本当に婿殿を殺そうと思ったら、どうして大墓が開くのを待つでしょうか。大長老。これは何ですか？これは七後方玉という君が一つ持っていけ。私が一つ外で持つ大墓で危険にあったら、いつでも戻ってこられる。七後方玉。これは合同子孫でなければ作れない宝物だ。祖家全体や、
星雲軍全体でこれ一組だけこんな宝物を、大長老無能者の命を守るために送るなんて、どうしてこうなったんだ？この秘宝大長老自身さえ使わなかったのに、林僕に与えたまさか、彼女は林僕の心情に、何か驚くべき秘密を発見したのか。みんな見る目がない愚か者だ。天界神通を掌握できる。転生者などただものではない。星雲層の宗主どころか星雲老祖が来たとしても、残ひざまず牛拝しなければならない。今のうちに投資しておけば大儲けだ。それならば10日後、林僕も同行せよ。投手感謝します。星雲古母、チングヤンジの座下の地である。中には霊装霊薬工法が無数にある。しかし同様に極めて危険だ今回の旅は。各自の命を守ることを最優先に外物に執着するなはい。青らお前は特に注意しろ。小墓の中は町とは違い家族の庇護はない。修道士同士殺し合いや略奪が常だ。知り合いにあっても用心を怠るな。青ら承知しました。二級方法を移動手段に使うさすがは星雲衆。このような派手さだ。見て付き添いの者さえ筑機器の修道士だ。中国全土を見渡しても筑機器の修士を。従者として使えるのは星雲層以外にいるだろうか。星雲城士、ようこそ。我が名はジンファン。今回星雲城に降り立ったのは、一つには宗門の命により、星雲小墓を開き、二つには仙州が弟子を選抜するため、優れた人材を選び育てる。お前たちの中に、SU チングローというものはいるか？来たな、この老いぼれめ。祖家の四長老と結託して、我が娘に手を出そうとは、死に急ぎか。やはり、霊気に満ちた秀でた器だ。おそらく、こちらが祖家の辺境。チングロー城だろう。手触りはどうだった？お前は誰だ？トルニタラヌボンプ族子が我が道を阻むとは。私はリンエム王、チングル王の父です。数年前、膝に矢を受け、足が不自由で、礼をすることはできません。お前はまたなんだ？死に損ないの無罪で、我が道を阻むとは。私は彼女、SU ジングル王の婚約者だ。私のものにお前が触れる権利はない。調子に乗るな。お前はただの弟子だ。婚約者。私が認めるまでは、ただの弟子でいるがいい。誰がお前の認証が必要だ。林おじさんの認めさえあれば十分だ。私は林おじさんの言うことだけを聞く。弟子よ、自分の立場をよくわきまえろ。婚約者。林おじさんの前でもう一度言ってみろ。弟子。婚約者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 。弟子。さあさあ、見ろよ。みんな家族同然じゃないか。喧嘩はよせ。もういい。我が前で黙れ。この SU チングルを猫骨が純粋無垢で、まさに万年に一度の頂点のかなえ。もし彼女を連成できれば、我が総集信仰は必ず大成する。しかし、この BMO、見た目は普通だが、その気配は異様に重厚だ。普通の山の村人ではない。そしてこの飛び出してきた小僧も、霊気の波動が妙に怪しい。今すぐ手を出せば、思わぬ仕様を生むかも。どうやらじっくり計画を練る必要がありそうだ。この老いぼれ、よだれが垂れそうだぜ。トングジ、彼のステータスを確認。名前ジンファン。年齢158歳。身分星雲層内までし修行金丹一層。戦闘力2222。評価総集の邪法を収め、動機が不安定。極貧霊魂が緊急に必要。老いぼれ、娘に手を出すな。出てきたら、遊び尽くしてやる。心境あらわる祖母開く。この祖母の入り口、なんと空にある。同天秘境、化身の大野だけが開ける。母上。待ってて。祖母は単独行動のみ、組んで入る者は、自動的に分離される。修行最高者。優先的に祖母に入れる。父上、心配なのはわかるけど、入っちゃダメ。チングル王。この祖母は危険だ。父上が娘を危険にさらすわけにはいかない。父上、危険だからこそ、言っちゃダメ。
ついてくると、私が父上を守るのに気を取られる。外で待ってて、私が母上を助けに行く。この娘、父のことを心配してるのか。父がそんな弱かったらとっくに死んでる。まあいい。先に入らせよう。システムで追跡できる。入ったらこっそりついていけばいい。じゃあ、気をつけて。ヤン ER、入ったら絶対に気をつけて。無茶はするな。父上、ヤン ER わかってる。叶わなかったら逃げる。お前よ、1000円がなくても大丈夫。父が養う。心配しないで、絶対に恥をかかせない。万事気をつけて。親心は哀れなものだな。でもチングルを、安心して、今回は、父は絶対に失望させない。あいつ、どうかしてる。そんなに急いで死にに行くのか。ついていかないって言ったのに。ジンファン上司がジングルーに目をつけたのは、ソゲの幸運だ。このバカがさっき図に乗って、上司に嫌な顔をした。お前ら、何グズグズしてる。大長老、BMO の小僧、死に急ぎだ。どうしてもついていくって中に入ったら、きっと俺たちに迷惑かける。無礼者。ご主人様の力なら、どんな宝物だって手に入る。お前らが、親という筋合いはない。まさか、大長老が以前は彼をろくに見もしなかったのに、この2日間、まるで実の息子を見るような目で、見つめているじゃないか。お婿様。中に入ったら、くれぐれも気をつけてください。宝玉の半分はソゲにあります。何か困ったことがあったら、すぐに転送で戻ってきてください。この女、態度がここまで表現するなんて。一体何を企んでいるんだ。まさか、若い牛を食おうってのか。行ってきます。くれぐれも気をつけて。南東の方角、700里。ジングルを、なんでこんな遠くまで転送したんだ。探すのがちょっと面倒くさそうだな。星雲上の昇華もこの程度か。ヒヤオヤン。お前、以前は結構遅かったじゃないか。青石城と昇華はもともと何の因縁もない。皆さん、今日ここで俺と生死を決めるというのか。因縁もクソもあるか。ヒヤオヤン。お前ら星雲上のその顔が気に入らねえんだ。何を気取ってんだよ、この野郎。キアオヤンだ。誰だ、そんな大胆な奴は。彼に手を出そうなんて。あれは昇華だぞ。星雲上の昇華の後継ぎが、なんと女だったと花。これが世間に知れたら、笑い物になるぜ。シハオ、俺を殺す気か。昇華は、必ずやこの青石城を草木も生えぬようにしてやる。何を怖がってる。祖母の中には、高手は入れないんだ。奴の魂ごと滅ぼしてしまえば、俺たちがやったとは誰にもわからん。そうだ。星雲上はここ数年、大極まりない。俺たちのような従属する小都市を好き勝手に恥ずかしめてやがる。今日は昇華の後継ぎを殺して、代償を払わせてやる。待て。殺す前に、まず色仕掛けをさせてもらうぜ。だが、あなたが言ったじゃないか。ずっと隠し玉があるって。早く使えよ。あの技は一度しか使えないんだ。今がその時だろ。まだ温めてるのか。弱き者は強き者に虐げられるべきだ。素直に運命を受け入れろ。その言葉、すごく気に入ったよ。強き者が弱き者を虐げられないなら、強くなる意味なんてないだろう。林の先輩。誰だ？俺が用を足してるの見えないのか？ BMO。BMO、お前の一族の勢力は強いのか？じゃあ、お前の一族には、筑基の強者が鎮座しているのか？あわは、俺がそんな草の郎と知り合いかよ？ BMO お前、ここで大根ぶりやがって。知ってるよ、これは祖家の有名な。無能な婿養子だろ？この小じじいは思い出した。彼には娘がいて、名前は、エジュジノと言うんだけど、すごく白くて水踊りじしい娘だ。
私の家族を、お前らが勝手に語るものか。大丈夫か。ヤン ER、林おじ、お助けいただきありがとうございます。見間違えたか、実は飛行場じゃなかったな。林おじ、何とおっしゃいました？言ったのは、お前、奥深く隠していたな。さっき林子孫は手を挙げるだけでこんなに多くの人を滅ぼした。しかし、牧が少しも漏れていない。きっと上古の大衆の転生だ。ヤン ER、林子孫のようなものは、将来、必ず戦力が無数にいる。もしできれば、早く彼の部屋に迎え入れられよう。たとえ名分がなくても。この関係さえあれば、我々指定はきっと、成果を収められる。手早くやれ。黙れ。お前は以前、ここにいるのはみんなゴミだって言ってただろ。まず、勝手に動くな。経絡が損傷している。内臓が破裂している。これはまずい。これらはすべて私に見える。教えてくれ。今、どうすればいい？私に一つの方法がある。言うと子孫に失礼になるかも。ここで時間を引き延ばすな。早く教えろ。若輩、ここにちょうど一つの総集機構がある。お二人が引用を結合すれば、傷は自然に治る。いや、私は嫌だ。何が嫌だ？子孫の人柄なら、見殺しにはしない、弟子よ、言うことを聞け。彼は SU ジングルオの父親だ。SU ジングルオは私の子孫だ。彼女は私の婚約者だ。いつになったら人命がかかっている。子孫、礼儀に関わらないで。早く人を救うのが大事だ。おかしいな。どうも私をもてあそんでいる気がする。昭和かね、聞け。もし私をもてあそんだら、必ずお前の神婚を滅ぼす。若輩、そんなことあるか。このような傷は3回以上の霊薬でなければ治せない。さもなければ総集の方で治すしかない。なぜ早く言わないんだ。3階の霊薬なら私にある。これは中域でも非常に珍しい3階極品、金神丹だ。尊上、こんな良いものまでお持ちなんですね。始まったの？もう終わったよ。終わりました。これだけ？私の傷は確かに全開した。修行も少し向上したが、どうしてこんなに早いんだ？先輩、ご安心ください。この件は絶対に他には話しません。青らし存にも一言も言いません。いいよ。じゃあこれからは、お互い別々に呼び合おう。彼女があなたを弟子と呼び、あなたが彼女を娘と呼ぶんだ。何を妄想してるんだ。本尊とお前は、何も起こってない。ちょうど本尊が、傷を治す丹薬を持っていただけだ。お前が、特に問題がなければ、早くついてこい。私たちは、まだアオラを探さなきゃ。3階極品の金神丹だ。和紙が全盛期でも、苦心してやっと錬成できたものだ。彼がどうして持っている？なんで余計な口を挟んだんだろう。本当に何もなかったの？あんなことまでしたのに、なぜ何も起こらなかったんだ？死を病、道を重んじよ、荘園。園児よ、人生のチャンスは、大抵一度か二度しかない。スズメか鳳凰かは、林子孫という大器にしがみつけるかどうかだ。でも私は誘惑の術に長けてないし、林先輩はあんなにまっすぐで。私にはどうやら興味がないみたい。手柄めを言うな。男を分かってるのはお前か私か。お前は生まれつきの美貌。生まれながらの睾丸の災いだ。先に寝るよ。頑張ってね。頑張れ。一体どう頑張ればいいんだ？強すぎると女らしさがなくなるし、作為的すぎると。なんだか軽薄に見える。ぐずぐずしてないで、早くついてこい。今行く来ます。蛇がいる。白蘇帝が化けたのか。それとも万年の毒マムシが竜になったのか。こんな小さな蛇一匹で怖がるの。
私。緊張した。大丈夫か？傷はもともと完全には癒えてなかった。今度は足を捻挫した。林王子、私のことは構わないで。先に青らしいゾンを探してください。ダメだ。お前の修行は低すぎる。一人でここに置いておいたら。一人になれば死ぬ。支えてやる。頭がクラクラする。本当に役立たずだ。林弟様、すみません。全部私のせいです。申し訳ありません。おんぶしますよ。さあ。おかしいな。3回の霊薬で、こんな小さな傷さえ、治せないなんて。あの童子め、偽物でごまかしやがって。アオラは今どうしているだろう。彼女の実力なら、同世代で脅威になる者はほとんどいない。ただ、万が一本当に母親を見つけて。期待外れだったらどうしよう。赤いモッソが水に移り、小の音はのどぶ。ガツは寒波に浸かり、玉の指は冷たい。見かけによらず、この娘、なかなか趣向を凝らすね。林弟様が少々心を乱れているようで、ちょうどこの曲には、心を落ち着かせる効能があるんです。母が存命中に残したもの。お気に召さなければ、どうかお許しを。あなたのお母様は？幼い頃、母は修士同士の戦いの余波で亡くなりました。それで女装して男を演じているのはなぜ？父は母が亡くなった後、再婚しませんでした。父には私一人の娘しかいませんので、父のために男装せざるを得なかったんです。強く見せて、商家の企業を守ろうと思って。当初は理想の夫を見つけたら、偽装を解き、彼がいれば何も恐れないと思っていました。まともに話して。そんなに近づかないで。体がこんなに熱くなって、終始も熱を出すの。私、そんなことないよ。多分、服を少なめに着たから。熱く感じるだけ。どうしよう、次はどうすれば。今までの女たちが私にいたずらしても、せいぜいここまでだったのに、旦那。早く何か言ってよ。違う。この指輪が暴れている。何かが、この指輪を呼び寄せているみたい。どうしたの？この指輪、なぜ制御できないの？ここはどこ？まさかここが。星雲祖師が埋葬された場所？この大友は金碧輝いたように見えるが、なんとも言えない不気味さがある。ダメだ。退却はできない。この指輪は彼がくれたもの。絶対に失くせない。それに、もしかしたら母の手がかりが見つかるかもしれない。荘園。彼女がどうしてここに？よかった。ただ一時的に気を失っているだけだ。
天が味方したなこの二つの肉体は。千年に一度の逸材だ幸運幸運だな。チングルオも大殿の中にいるのか。よしよしよし順陽と玄陰。二人とも天賦に恵まれたこの耳つこだ。こいつは誰だ。こんな場所に現れるとは、ステムパネルを表示。チングヤンジコの老いぼれ。墓の草が何千メートルも伸びてるんじゃなかったのか、まだ生きてるのか。残念だが二人とも女の子だ。まあいい。我チングヤンジは1000年修行してきたが、まだ女の子の身になるとはどんな味か体験したことがない。一体どちらの肉体を占拠するのがいいだろうか。本当に悩ましいな。肉体を占拠そんな陰険なことをするのか。星雲の阻止様だってどうだ人口で抑えられて。戦闘力はたったの720。俺が叩いてやるかどうかそれだけだ。この女の子は普通じゃない。こんなに若いのに。すでに剣の意を悟っているお前を選ぶ。おかしい。まさか私が道を求める心が強すぎて、同心が不安定になり幻覚を見ているのか。まずい。私の化身教の神識を欺いて、潜入してくる者などいるとは一体何者だ。お尋ねするが、どちらの大御所が説得にご降臨か。おとなしくしろ。頭を抱えてしゃがめ。どういう私とあなたは無関係だ。なぜ私を困らせるのか。誰が無関係だと言ったこの二人は。一人は私の娘。一人は私の孫でした。彼女たちに手を出そうとするなんて私の顔に泥を塗るようなものだ。チングヤンジ。私を知っているのか。知っているどころか。お前はこの老いぼれ鳩がカラスの巣を占拠するように子孫の陰卓を占拠し、彼女たちの体まで奪おうとする。お前は死にたがっているんじゃないのか。どうして知っている。お前は一体誰だ。修行は電気一層しかもかけた霊魂の体。道理で気づかなかった。あまりにも無能だから。老夫の心眼を逃れたのか。つまり、また自分ができると思っているんだな。馬鹿し者め。老夫を脅すとは死にたいのか。こんな愚か者も英雄ぶって助けようとするのか。味わわせてやる。老夫の魂を練り骨を削る手札を。お前は人か鬼か。この言葉は、そっちが聞くべきだろ。本尊が体調不良でなければ、手を挙げればお前など簡単に消し飛ばせる。なら来い。試してみろ。外の奴らはお前が死んだって言ってたが、まさか。こんなに長い間ここに潜んでいたとはな。大きなことを企んでるんだろ。この老いぼれ陰険野郎。道理でここにこんなに天在地方があるわけだ。お前の星雲層の弟子は一人も入ってこない。なるほど。これはお前たち星雲層の罠だな。もう一度チャンスをやる。お前がこの大墓にいるこの数年、女を見たか。名前はソバンジ。正直に言え。楽に死なせてやる。見てるだろう、この数年。条件を満たす者が一人でもいれば、俺がこんな人でも鬼でもない姿になるわけがない。お前。ソバンジ、少し聞き覚えがあるな。あの娘は素質はまあまあだが、残念ながら逃げられてしまった。よし。ならお前は今、安心して死ねるだろう。まずい。どういう全力で敵を迎えろ。彼女たちは俺が守る。またお前か。この声は間違いない。確かに彼女だ。残念も任せやがって。生き別れの妻、ソバンジ。腹が立つ。ソシジジ、自分で苦労を買うなよ。あの手この手で。人をこの大墓に入れて体を乗っ取ろうとして、今反動を食らった。自業自得じゃないか。この老いぼれ亀、いい年して。頭の中は邪念だらけ、まだ逃げようとするのか。逃げられると思うなよ。この老いぼれは肉体がない。危険のダメージは限定的だ。大墓から逃げ出されたら厄介だ。老祖。
争いは解きやすいが結びにくい。何かあったら、ちゃんと話し合えないのか。そうとは限らない。良い結果にならないだろうな。クソ。手が滑った。悪いね。お前、嘘ばかりつく卑怯者。もういい。冗談はやめだ。うちの娘はもうすぐ星雲荘に行く。どう言ってもお前は彼女の祖師爺だ。それに、うちの祖家は師匠を尊敬し道を重んじる家柄なんだよ。俺が嘘つくと思うか。バカ者。俺様がまたお前を信じると思うか。俺の大事な娘に釣りつこうなんて、捕まえてやる。万世中大滑稽でこってりもてなしてやる。お前。一体どっから風が吹いて、うちの祖家の婿伝を吹き寄せたんだ。笑わせるぜ。外でこいつを見かけなかったと思ったら、密かに祖母に入り込んでたのか。蘇家召集、おめでとう。1000円を得ただけでなく、今や大恨みも報われようとしている。召集。蘇家にいつの間に小主が増えた。チングローは蘇家の後継者に指名されたんだ。SU 治癒の夜叉号、SU ミンダオ。蘇家の若い世代では、こいつはかろうじて2番目だ。ここ数年、蘇家の長老たちは、ずっと彼を支援してチングローに対抗させてきた。まさに演歌路作だな。血脈牙花、伝説では上古の仙人が、残した一縷の動員が貸したもので、飲めば覚醒できる。ある種の血脈神通を。こいつはとんでもない運を持ってる。直接奪い取れ。まあいいや。SU 治癒は、チングローに結構良くしてたからな。小僧様がここにいる。役立たず、どこ見てる。正直に言うと、この場所には、年季が出没する。お前らみたいな修士の体に釣りつくのを狙ってる。死にたくなければ、さっさと行け。鬼？まだ小主を騙そうってのか。知らないのか。四長老は小主の師匠だ、小主。あの野郎がお前の師匠を殺せたなら何か手があるかも。もしかして情報を持ってるんじゃないか。SU チングローが守ってるからって、お前を殺せないと思うな。この血脈牙花さえ飲めば、彼女 SU チングローなんて大したことない。そうか全体が、俺の言う通りになるんだ。良薬は口に苦しい。まだ行かないなら。本当に死ぬぞ。死ぬべきはお前だ。地域の中のあの血脈牙花、もう咲いたのか。事態が急転。また線路が見えた。助けて、林を。はっきり言うと、俺たち親しくない。クソ。また邪魔しやがって。この恨みばらさず誓って人とならず。たとえ肉体を得て戦力が急上昇しても。だが、人口で抑えられてる以上、俺の敵にはなり得ない。星雲の祖。本気を見せてみろ。俺と戦え。星雲の祖、まさか、この鬼物が星雲の祖なのか。このクソったれ、畜気の実で人口の影響を受けないとは。だが外に出たら、お前を殺す。お前。この1000年ものの老いぼれ鬼とも、マジで節操ゼロだな。勝てないと、俺より早く逃げやがる。老いぼれ鬼の気配が消えた。これは、面倒なことになったな。お坊ちゃま、こちらへどうぞ。WNER。あなたですか。私を知ってる？あなたの友人がどこにいるか知りたいなら、ついてきて。ついてきて。たった3年会わないだけで、こんなに他人行儀。まさか記憶喪失。畜生、こんなに美しい嫁が、失踪か記憶喪失か。ふざけんなよ。お坊ちゃま、お見事です。星雲荘の祖師を退けるとは。でも、
男女7歳にして席を同住せず、お坊ちゃま、ご次長を。窮地の中なのに次長。妻よ、俺だよ。心配するな、あの二人は無事だ。むしろ、稀有な1000円を得たんだ。チングヤンジはこの数年、常駐の修行者を誘い出し、遠尊と謙尊の継承を狙っていた。この子孫とは、一体何者なんだ。チングヤンジが魔道に落ちるまでして、数百年もかけて計画を練り、その継承を得ようとするとは。大墓の壁画から分かったんだが、この二人の子孫は、適正閣という宗門の出身で、上古の時代にそれぞれの継承を残し、北原で座化したという。つまり、この3年、君はこの大墓の中で、ずっとチングヤンジと渡り合い、彼の仕掛けた対局を崩そうとしてたんだな。わからない。ぼんやりと覚えてるのは、ここに来たのは、とても重要な用事のためだったこと。でも、星雲荘に重傷を負ってから、多くのことが思い出せなくなった。よく見てくれ。何か特別な感覚は、全くないのか。特別な感覚？お坊ちゃま、お顔は確かに悪くないですが、人として、ここまで露骨に軽薄であっては。違うんだ。ちょっと頭を使って、よく考えてみてくれ。早く考えろ、早く。考えろ。大丈夫か？なんだか懐かしい気配、彼の胸がとても温かい。彼は私を知っている。でもどうして思い出せないんだろう。まずい。外で誰かが墓を閉めようとしている。きっとチングヤンジの仕業だ。なんで邪魔するの？チングヤンジは邪悪な心の持ち主。とっくに魔道に落ちている。今は肉体を乗っ取ったばかりで。全力は出せない。止めなければ。町の住民をこれ以上害させてはならない。うちの女房は本当に義理がたいな。人を救うために、夫も子供も捨てるなんて。待って。おきみこ様、これはどういう意味ですか？あの二人は継承を受けている最中。邪魔してはいけない。そうだ。君がここで彼女たちのそばにいてくれ。チング寮が目覚めたら、これを彼女に飲ませてくれ。チングヤンジは、俺が対処する。謙遜生態、おきみこ様、お名前を伺っても？リン MO だ。君の夫、リン MO だよ。DMO。なんだあの飛んでいったものは。俺の収納袋は。畜生。誰が盗んだ？やっと手に入れた2品監視モップ、誰の仕業だ？幽霊が出た。雲の中に何か汚いものが。汚いも何も関係ねえ。降りてきて死ねえ。クソガキ。感動したよ。チングヤンジの害悪に対抗するために、みんなが力を貸してくれた。安心してくれ。お前たちの信念を胸に戦う。練炭も錬金も俺にはわからないが、これらの霊丹妙薬は、修行を高めるなら、直接吸収して補うのも悪くない。すごく濃い薬の香りだ。見て。雲の中に金色の人影が。もしかして汚いものじゃなくて。上古の仙人が昔薬を練っていた残像が再現されたのか。まずい。これは墓が完全に閉じる兆しだ。2日の期限はまだ1日しか過ぎてない。青音荘の奴らは狂ったのか。行くぞ急げ早く。どうなった？兄貴。2日の期限はまだ1日しか経ってないのに。どうして秘境の扉が閉まったんだ？チングローのあの子は中でどうしているんだろう。蘇我の主、ご安心ください。チングロー様は天賦に恵まれ、
秘境が早く閉じても、必ず1000円を見つけられます。はい。早く。早く行け。これはどうしたことだ。早く早く。幽霊だ。この大墓で幽霊が出た。リーティアン。何をデタラメ言ってる。ここは星雲の祖師が安らかに眠る地。その道の木は永遠に星雲軍の老若男女を守る。やっとの思いで手に入れた100年玉じゃれん。これで楽に地区に入れたのに残念だ。忌まわしい幽霊が起源を奪った。悔しい。お前たちの修行不足、同心が定まらぬせいだ。またでたらめ言えば。舌を抜くぞ。丸400年、祖師様がついに、子孫の伝承を得て出席なさる、宗国どころか。北原さえも我が星雲層が制する。ご当主、あなたのヤシャゴ SU ミンダオです。彼が生きて戻ってきた。ミンダオはミンダオだ。さすが我がヤシャゴ、ソケの顔を汚さなかった。お前、金竹ポーシュの末裔か、あなたは。ミンダオ。1000円を得られなくても気にすることはない。曽祖父はお前の潜在力を信じる。同期の安定には時間がいる。あの小僧を追い出せば、お前たちは皆死ぬ。出ても死ぬと知ってるなら、よし、望み通りにしてやる。大墓閉鎖。用がなければお帰りを、ジンファン上司、待ってください。我が祖家の天教がまだ中に出てきていません。SU チーユ。天教の溶接はよくあること、祖家の運は尽きた。誰のせいでもない、塚の起源はまだ。星雲層は名門制覇として約束を保護にするのか。何か。小僧、文句あるか、ミンダオ、あなた。どうしたんだ。兄上。SU ミンダオまだやめぬか、目上を無視し。他方で処する。役立たずめ、1000円を求め果たせず。曽祖父に与え散らすとは、不祥のもの。1000円。この老夫の1000円はすべて、お前祖家の手に葬られた。お前たちを、生き地獄に落としてやる。チーヤン長老。筑気急走だったのに、SU ミンダオに。一撃で重傷を追い倒れた。彼は中で一体どんな逆転の宝を手に入れたのかまるで別人のようだ。全然違う。お前は SU ミンダオじゃない誰だ。老いぼれ目が利かん。剣闘八甲三番里の名を聞いたことがあるかなんだと。貴様はまさか。星雲祖師チングヤンジ。老祖のご奇襲を狂迎いたします。そや主これで目を閉じられるだろう。残念なことに。SU チングローのあの娘出てこなかった。さもなければ目かけに迎えることもできたのにそうすれば。蘇家に一筋の血脈を残せたものを。誰の一族を皆殺しにすると誰を目かけにすると星雲の老いぼれ。そんなに威張って俺の意見を聞いたのか。DMO。どうやって中から出てきたんだ。こいつなんと実力が上がってる筑気6層に過ぎないが。体現相互に過ぎん。たとえ俺が大損したとしても。お前の祖家全族を皆殺しにするのは朝飯前だ。老祖を命を殺すならあいつは祖家とは関係ありません。あいつ一人を殺して老祖の怒りを鎮めてください。我が祖家は、もう誰もいない。普段は DMO を役立たずと罵っておきながら今、祖家が危機に瀕しているのにお前たちは一人残らず、自分だけの保身ばかり考えている俺に言わせれば、DMO はお前たちのような命惜しさに卑屈な奴らより、100倍もマシだ。彼は我が祖家の一族ではない。彼が老祖に逆らったのだ。我々には関係ないそうだ。その通り。彼は死ぬべきだ。死ぬべき上司ご明察を。老祖を怒りをお鎮めください。DMO を聞いたか。奴らはお前を殺せと言っている俺のせいではないぞ。星雲の弟子たち命ずる。容赦なく切れ。
ジンファン・チングヤンジがなぜ、大墓を早く閉じたか知っているか。なぜなら彼は俺を恐れているからだ。西雲献血なぜ俺が作った献血を知っている。まさか。少し違うようだ。本当にあのソケの婿入りの DMO なのか。終わった。これで終わりだ。彼があんなに多くの西雲荘の弟子を殺したのだ。西雲荘は必ずや我がソケの屋敷を踏み潰すだろうるさい。兄さん今回ソケは宝を拾ったな。DMO 彼は本当に普通じゃない。普通じゃないじゃあ何者だ。彼は。何者だ。なんてことだ。兄貴、よく考えてくれ。連起一層で。どうして現存生態を悟れるんだ。しかも、林僕は簡単に。兵士を発動できる。アオラの最近の修行の進歩は目覚ましい。これも林僕の指導のおかげだ。彼はまさか少年戦王の生まれ変わりか。娘が中にいる。救わないわけにはいかない。老祖の修行が回復するまで待てば、彼は必ず死ぬ。墓の閉鎖を加速しろ。ふざけるな。アオラたちはまだ出てこない。クソ。下の芝居連中はうるさくてたまらん。乾燥ップは長く持たないだろう。小家主、小燕はまだ墓の中にいる。今ここで臆病風に吹かれて退けば、自らの手で。我が子の命を葬るようなものだ。その通りだ。我が子のためなら、この老いぼれの命をかけても構わん。ついてこい。退けば前期屍すら残らず、戦えば一縷の望みをつかむ。殺せ。殺せ、殺せ。面白い。蘇家の者たちも。完全に救いようがないわけではないな。カマキリの斧、お前たちは謀反を起こす気か。お前。すまん。また手が滑ってな、今や。我々は謀反を起こした。それがどうした？名前、星雲子。年齢、1022分、星雲層階層。修行、現役、修行損傷あり。戦闘力、4999。評価、逃げろ、死ぬ。現役か。システム評価は実に直接的だな。これでも修行が損傷している状態で。もし星雲子が全盛期なら、逃げることすら叶わぬ望みだろう。まだ何か遺言はあるか。全身の毛穴が震える。最高にスリリングだ。小僧。迷いを断ち、聖堂に戻れ。今ならまだ手を引くことができる。さもなければ、うっかり死んでしまってはもったいない。小僧、北原の地で。我が星雲子をこのように呼ぶ者など。お前が初めてだ、林僕、死に直面して。まだ化けの皮をかぶって、我が始祖を愚弄する気か。これは、極貧蓄気。太古より北原の地では、極貧の蓄気を成し遂げた者は片手で数えられるほどしかいない。この者は霊魂に損傷があるが、それでも天賦の際は並外れている。もしかすると、ある大野者が、英会議したのかもしれない。迷いを断ち切れ。今ならまだ命は助けてやる。阻止、これはきっと何かの神通による幻影です。忘れないでください。この化け物は変装の術に極めて長けています。弟子も騙されそうになりました。この墓穴の洞大は、必ずや偽物です。よこしまな小僧め。ここまで来て、まだ時間稼ぎをしているつもりか。しまった。厄介なことになった。
WNER、どうして今頃来たんだ？見えないのか？旦那様は今忙しいんだ。私にもわからない。さっき彼女が少し目を覚ましたので、血脈キバナを飲ませたところ、強制的にここへ転送されてしまった。これは、どうやら、この二人の子孫は願いを果たし、秘境は自ら崩壊したようだ。これは本来、私が受け継ぐべき子孫の伝承だった。恨めしい。星雲城を皆殺しにしてやる。お前たちを死に追いやる。アリがどんなに跳ね回っても、所詮はアリに過ぎない。林公子、ご無事ですか？ WANER がお手伝いに参りました。旦那様と呼べ。旦那様。いい子だ。たとえ、彼が誰なのか、私とどんな関係なのか、わからなくても、なぜかとても懐かしい気がする。妻よ、間違っていなければ。あと数日で、3年に一度の上本節だな。上本節、何か思い出した気がする。あなたが言っていた。人の一生は、まるで上本節の、川に流す10日のイカ登りのようだ。順調であれ、曲折があれ。やがては弱滅へと向かう。3年前の上本節、あなたはすぐに戻ると私を騙した。けれど、私は3年間もあなたを待った。あなたはリン MO なの？バカだな。旦那様と呼べと言っただろう。剣術の造形にせよ、修練の潜在能力にせよ。君は驚くべき奇才と言える。もし間違った相手を怒らせなければ、そう遠くない将来、北原の巨塔の中に君の席があっただろうに。どうぞ、この化け物を中殺してください。さもなければ、将来必ず対価となるでしょう。やめて。運命のもてあそびか、この生態よ。あの子孫の継承よりも貴重なものだ。惜しいことに、私の手で壊されるなんて残念だ。幼女 S ユージングルを。修行が連気大円満に上昇。攻撃レベル三つ星を変換。修行が蓄気大円満を獲得。父上。ここはどこ？母上、夢を見ているんじゃないよね？私はチングル王よ。娘 S ユージングルを暴走の血脈を覚醒。防撃レベル4世を変換。血脈の力は人王輪天。私の愛しい娘、彼女は父を失望させたことがない。ついにシステムの変換を待ちきった。チングヤンジ。私は外掛けの到着を待っている。君は何を待っているんだ？知らないのか？悪役は話しすぎで死ぬものだ。まさか、彼女がたった今継承を覚えたばかりで。君を救えると思うな、少子千万だ。君が神通をいくら持っていようと。金丹以下はすべて散り役だ。これが終戦界の永遠に変わらぬ鉄則だ。トングジー、変換を受け取れ。何？この時に連続で境界を突破？しかもこの位相はまさか。血脈の力、人王輪天。父上がいつからこんなに強くなったの？私と同じく表系の血脈を覚醒したのになぜか私より数十倍も強いなんて。我リン M を夫として父として天を担い世を鎮める。私がいる限り誰がお前たちを傷つけようか必ずやマンゴーの地にだとし神魂も滅ぼす。ここにいると彼の足手まといになるだけ。早く逃げて。もう一歩前進すれば死だ。傲慢な小僧、誰もお前を収められないとでも思うな。あとどれだけ威張っていられるか見せてやる。
ちょっと、師匠、空のあれ誰？超かっこいい。私の夫よ、父上。どうやら、お前が私の家族を殺そうとしたな。答えろ。黙り込んだか。話せと言っている。まずい。この子はもう一人前だ。彼は血脈の力に頼り、腐敗の地に立っている。私は今、金丹初期の修行しかない。この一撃を放てば消耗が大きい。仕方ない。共に滅びよう。さあ、死を受け入れろ。この献血、どこかで見覚えがあるな。高前正宗。星雲剣。お前が高前。どこが正宗だ。一年非戦。老祖が使ったのは星雲献血の奥義。この神通胸打ちでも数人のみが使える。なぜ彼が、お前どこでこの献血を学んだ？誰に教わったのだ？目を覚ませつけ込むな。さっき小僧と呼んだのはただマシな方だ。笑わせる娘が星雲献血を得得。10倍返しに暴撃で創始者を。踏みつけて踊るくらい当然だ。口が達者な小っぱめ。神通は4回天日元気功。お前は元久神通しか持たぬ。我が天界献血と比べる資格もない。天界神通。小さな星雲群に怪物が現れたか。父上、どこに？副君 DMO。そうか。我が祖家についに剣仙が現れた。先輩戦意やっと遅かは全盛期を迎える。なんと老祖が敗れた。認めようお前を甘く見ていた。だが私を殺せぬ。どうした？そんなに自信が。我が弟子たち最弱でも金丹教。首席弟子陳具ヤオ。今は星雲荘の宗主。教会はすでに現役私を殺せば、妻と娘の命を捨てることになる。夫君この狼族は執念深く残忍。殺さなくても必ず復讐する。そうだ殺せ逃げればいい。中洲へ行こう。父上何をするにせよ。娘は指示します。解放してくれ。毒性を立てる。決してお前らに復讐しない。お前の毒性に価値などない。今利害関係を整理してやろう。お前は星雲老祖だが今の星雲僧が。やっぱり君が決めるんだな。予想通りだ。たとえお前を返したとしても、お前は必ず死ぬ。どういう意味だ？お前のあの陳具ヤオの大弟子は、すでに何が起こったか知っているだろう。青雲荘の底力をもってすれば、せいぜい1考の時間でここにつけるはずだ。なぜ誰も来ない？君が突然出席したことで、今の青雲宗主は非常に困っている。彼がこの体験を、お前のような老いぼれに渡せると思うか？奴らは私の刀を借りて、お前を殺そうとしている。陳具ヤン寺、他人の巣を奪う。子孫秘境を占拠し、策を巡らせて地の天才たちを返し、彼らの肉体までも奪った罪を認めよ。なんだ、そうだったのか。まさか我が事件も、こうして失踪したのか。憎らしい、我が上司100年に一度の天狂が、彼の毒手にかかって死んだとは。青雲襲名、畜生以下だ。青雲の老いぼれ。我らが聖道教師と仰いでいたのに、父の命を返せ。なんだ、ロソなど大したことない。宗主に報告すれば。お前たち一人も逃げられない。黙れ。陳具ヤン寺、悪事の限りを尽くし、ろくな死に方はできん。
今、ソケの絶世剣戦が現れた。お前の運は尽きた。林公子がいる限り、お前がどれほどの力を持とうと。逃れられない。お前たちごときが、俺に口答えできるか。この世は勝てば官軍だ。天下の英才は川を渡る恋のようだ。我がごとき天賦の際ですら、屍を踏みしめて進む。お前たちちり役だが、素直に捕まるがいい。我が先導統長の踏み台となれ。そうすれば我を助け。お前たちのようなクズも、死に場所を得る。生まれながらの法王などいない。お前が言うチリアクタは、不屈の命を争い、足元の道を懸命に進む。誰の踏み台でもない。浅はかで少子だ。まずい、彼は完全に間に落ちた。これは中域魔教の合法、天根根血だ。人の成婚を専門に食らう。そして自分自身を自用する。あなた方の先祖は私の恩恵を受けた。私はただ、資質の良い苗を少しもらっただけ。あなた方が私に逆らい、唾を吐くとは。神魔。星雲祖師は人を喰らう神魔だ。ぼんやりしてないで、早く行け。昔、星雲は私によって建てられた。今日、星雲もまた私によって滅びる。名前星雲子。年齢1020身分星雲層祖師。修行幻影円満戦闘力6007。評価魔道に落ちて叶わず。戦闘力6007、私の極貧地区大円満よりも。血脈の力まで足しても4000に満たない。これではどうしようもない。老祖の戦意は世を追い、お前たちは死ぬ。星雲層に逆らうとは、これが代償だ。兄さん、ここまでしか来られないようだ。残念ながらこの目で見られない。ソゲが北原で台頭する日を。この目では見られなくても、信じている、星香はまだ残っている。援護さえ生き延びれば、私は死んでも名目する。老祖、これはどういう意味ですか？老祖、死ぬべきは彼らです。我らは老祖のために死ぬ、よろしい。ならば、お前たちの魂魄を捧げよう。どうだ？嫌だ。やっぱりな。林僕。お前のせいで魔法を使って修行を上げざるを得なかった。私の一生、セントに入れない。こんなに簡単に殺すのは、あまりにも甘い。お前の目の前で彼女たちが死ぬのを見せる。弟子よ。父上。林僕、あなた。私を救うために。アオラのあの娘より。少し賢い。彼女をしっかり面倒見てくれ。紙一本でも傷つけたら。私は鬼になっても。お前を許さない。父上。しっかりして、もう二度と終戦しません。家族みんなで一緒に暮らしましょう、父上。そんなこと言わないで。林僕、お前は確かに情に熱い。だが、一体誰を救えるというのだ。父上。終戦会には、私ほどプロフェッショナルな人間の盾はいないだろう。ごめんなさい。父として、約束を破らなければならないかもしれない。父さん。娘は長さんを誤解していました。私が悪かった。バカな娘だ。
好感度が最大まで上がっていないとはいえ、この父親として、それなりに責任を果たしたと言えるだろ夫よ、天上では肥沃の鳥となり、地上では憐憫の枝となろう。たとえ夜みろに落ちようとも、あなたと一緒に行くわ。WANER も行きなさい。チングルオには母親が必要なの。夫よ、父さん、DMO が命がけで私を救うとは。だがはいいか。終戦者はみんな自分を第一に考え、属性のことはすべて忘れるものだと。嘘つき。この大嘘つき。私と母さんを置いていかないで。愚か者め、秘宝を使って逃げようだなんて、お前の力でできることか。この老人が止められないとは限らんぞ。あの者たちのために命を落とすなんて、価値があるのか。価値があるのか。もちろんあるさ。お前のような孤独な、通りすがりのネズミにはわかるまい。星雲層の祖師よ。お前はまさに、完全なる笑い者だ。ただの道化師に過ぎん。私がわからないというのか。昔、敵聖老の強者が祖母を探すために、星雲軍のすべての人を奴隷にした。餓死者の骨が場外に積み上がり、民は生きる術もなかった。私の妻は、ほんの数粒の米で腹を満たすために、身を売り、恥ずかしめられて死んだ。我が子よ。我が子は生きるために、私の居場所を売り渡した。彼は私の手で切り殺された。この老いぼれ、自分を見失い魔道に落ちたのも無理はない。私だったら、もっとひどいことをしていたかもしれない。だが、今となってはどうでもいい。手段を選ばず、すべての敵を渡り尽くした後、彼らは嘘っぽく、私を星雲層の宗主として立てまつった。見てみろ、今。彼らは私をどう扱っている？終戦者が己のためでなければ、天地も許さぬ。彼らを救えば、感謝されると思っているのか。違うよ、彼らはただ天の恵みだというだけだ。先祖の積み重ねた徳だ。なんて言った？言うよ。違う。私が選んだすべてのことは、どんな結果でも引き受けられる。それなら本望だな、よし。今すぐ送り出してやる。じじい、出てこい。じじい、秘宝の転送を中断しろ。ここまで来たら、逃げるが勝ちだ。軽率に動くな。先輩の気持ちを無駄にするな。逃げるも何も自分がすごいって吹聴してたんじゃないか。ピンチになると隠れるか逃げるか。よくそんなこと言えな。小娘に何がわかる？我々修行者は利益を求めがいを避ける。それが王道だ。それにその点をのみ魂を練るケツは。俺みたいな根体には効く。マジか。それって敵に大補給してるようなもんじゃないか。手伝うか、手伝わないか。落ち着け落ち着け。話し合おう。もし手伝わないなら、この指輪を便所に投げ込む。永遠に日の目を見せないようにしてやる。やってみろ。やめろ。絶対にやめるな。彼を救える方法があるかもしれない。でも代償が大きくて、君には受け入れられないかもしれない。私にはできる。子孫が無事でいられるなら。世の情とは何なのか、本当に頭が痛いよ。俺を便所に投げ込まないなら、後悔しなければそれでいい。DMO。くん。バカかお前は。
違うよ、もちろん違う。違うのか。なんで戻ってきた？君が俺を必要としてると思ったから。必要。お前みたいな役立たずは、全然必要ない。弟子よ、よく見ておけ。これが師匠の。一度しか使えない大技だ。根円多点。元栄大衆。違う。ほんの一筋の無形の残魂か。よく来たな。ちょうどお前で魂を練れる若者こわるべしだ。抽選会を見渡しても、俺団チェンジで魂を練ろうとする。邪衆としてはお前が初めてだ。団チェンジ。あなたは中域の堪能だ。一縷の残魂に過ぎないまだ私を脅かすことはできないしね。痛い痛い痛い。私は長くは持たない。あなたたちは何をぼんやりしているの？早くしなさい。はいはい。早く穴を掘って一緒に埋めるの。あなたこれは、違いな痴漢行為ですか？今はどんな時だと思ってるの？あなたはまだ総集を考えているの。天外神通引用眠子。引用こう言う。目かけは六君は叶え。目かけは六君は叶え。これどういう意味？あなたは以前アモー霊魂が不完全だった。そして私の霊魂はちょうどあなたと合う。あなたの極貧蓄気の素養を持って、金丹に踏み込めばきっと非凡なものになる。あなたの意味は、坂総集工法を借りて。あなたの霊魂を私にこれはどうしてできるの？私は知っているあなたの心の中に、シングルと WNR がいること。他人を受け入れるのは難しい。しかし私は決して後悔しない。でも霊魂がなくなったら、あなたは今後どうやって修行するの？100年も経たずに。オードと化す。慌ただしい100年は確かに短い。ただあなたをしっかり見ることができさえすれば、ヤン ER はもう満足だ。みんな早く私について城を出て北へ行こう。あそこは大衆王族の地盤だ。ジングヤンジは勝手に振る舞えない。父私はあなたを裏切りません。必ずあなたの仇を討ちます。あなたはまた何をしようとしているの？何を？もちろんお嫁さんをめとって家に入れ替えてしっかり楽しむことだ。ジンファンあなたは何度もしつこくつきまとう。あまり傲慢になるな。兄貴彼は今一人だ。今は状況が混乱している。電音で労組を出席させみんなで力を合わせて彼を殺そう。林 MO この役立たずは役に立たない。星雲宗主と各方主が森林して邪魔を中殺する。あなたたちは私が一人だという。ジンファン上司。我らは無意であなたを怒らせました。どうかお手柔らかにお願いします。もちろん、もちろん。でも、彼の任務は本当に幸せ者だな。妻もこんなに美しい。彼女たちを俺にくれないか。お前。そうすれば、命だけは助けてやってもいい。この変態め、死ね。ご主人様。ジンファン上司、私がお詫びいたします。もしまだお怒りが収まらないなら、この命で罪を償います。ソケはいつも強気だったじゃないか。星雲荘にいつも盾ついていたじゃないか。いや。今となっては、もう遅すぎる。この二人の女以外は、全員死ぬ。兄貴。
このじじい、俺の女に手を出すな、死ね。お前、どうしてまだ生きている？どうしてまだ死んでいない？この声は父上？父上がまだ生きている。俺が生まれた時から。これは、父上。俺リンゴは一度言ったことは必ず守る。足を折ると言ったら、足を折る。しかし、彼は足を折られただけでなく、芯二つに切られた。死んだよ。手を挙げるだけで、金丹一層の魔君を滅ぼせる。もしかして、先輩は極貧金丹を結成したのか？私の見るところ、それどころではない。師匠、お会いできて光栄です。ワンアーネ、お会いできて光栄です。師匠。あなたはシャオヤン？ダンラオ、ありがとう。たとえ一縷の残魂でも残っていれば、援助に捨てたりはしないと約束する。お前ら、待っていろ。すぐにまた会おう。小僧め、よくも聖雲荘の親伝弟子を殺したな。死ね、奴が逃がしたんだ。陳雲図のあの邪魔。彼は町で無駄死にした民衆の罪を背負うのだ。本当におめえを着せるのが上手いな。死にたいなら、ついてこいよ。決着をつけよう。俺は朝8時の授業があるんだ。すごい。こいつの才能は恐ろしい。完全に成長したら、大変なことになる。早急に協力して始末しなければ。我々と彼に深い恨みはない。普通の弟子なら死んでも構わない。しかも彼は伝説の低尊金丹を結成した。こういう典型の持ち主は手を出しにくい。極貧金丹を超える。低尊金丹、つまり、問題がなければ必ず仙人になれるということか。その通り。今なら彼の手を借りて、老祖を鎮圧できる。たとえ叶わなくても力を弱められる。ミネシュのお考えは、漁夫の利を得るということか。来たな。俺が来るとは思っていなかったようだな。見て、あっちを見て。こいつも境界を突破した。これで戦えるぞ。お前のような奴は見たことがある。見た目は才能に恵まれているようだが、実は頑固で愚かだ。だから、お前は必ず俺の前に現れる。死にに来るんだ。俺はお前の若い頃と同じだと思うのか。勘違いするなよ。妻を捨てようが、子を殺そうが、それはすべてお前の長生のための手段だ。でなきゃ、どうして家族の生死も顧みず、一人で生き延びられる。言い訳は無用だ。始めよう、殺すぞ。ジングルを WANER キアオや。俺が帰って家族団らんするのを待ってろ。やっと若祖家が高枝に登れた。これが私の眼力よ。トトさんはきっと勝つ。DMO 頑張って。私がゆっくり年を取るのを見てほしい。痛快だ。本当に痛快だ。DMO お前の天賦は万人に一人。老夫に従い、星雲軍の者を皆殺しにすれば、彼らの魂を捧げ、老夫がお前に開かせてやろう。あの思考の先導の門を。仙人になるんだ。仙人なんてクソくらいだ。俺が本当に気にかけてるのは、この足元にある城。そこが俺の家だからな。家族に手を出す奴は、神様でも殺す。いえ。周国の民を苦しみから救い、みんなの命を助けた。でも、俺の家族はどこにいるんだ？一年で1000人に。公然の正気。剣で八方を這う魔を中す。
勝負は決した。父上、結局誰が落ちたの？林僕は勝ったの？私の夫は負けません。川柳、淵を出ず。蘇我、大いに栄える。彼だ、彼が町の民を救ったんだ。この戦いの後、誰も蘇我を冒涜できぬ。星雲荘もだ。木更木、理事、君たちか。なぜ避けない？避ける必要があるか。君の言う通り。あの時、生きるために、彼らが白骨になるのをただ見ていた。そしてこの災い。これが俺への罰だ。避けられぬ。星雲湖、窓に落ち、主情を乱す。安らかに眠れ。星雲の祖としていながら、向こうを殺すとは。今日、宗主と共に、この陣馬を滅ぼす。なんてやつだ。さっきは手を出さず、今になって成果を横取りか。俺をからかってるのか。なぜ気を操って飛べない？変だ。金丹急走天の周囲がなぜ消えた？これはなぜだ？お前ら並など、まだ何ができる？低損を見てひざまずかぬのか。低損金丹の動員は、同教会の者すべてを圧倒する。この若者、実に驚くべきものだ。星雲宗主。君もこの泥沼に足を踏み入れるのか。どういう、落ち着け。老夫は弟子を迎えに来ただけだ。この弟子たちが軍を冒涜した。許してくれ。なんてこった。青将はとっくに、元影響の絶世の天教、合理隆自ら謝罪するなんて。当たり前だろ古来より。低損金丹の持ち主はみんな、例外なく仙人となる運命。少年仙王に逆らう者などいない。じいさんまだ死にきれないのか。この生意気娘め分殴るぞ。清少よ清少。今でもそんな手を使うのか。どういう意味だはっきり言え。20年前、この具弟子は弟子入りと称し、林家全員を山に招き、剣陣で皆殺しにした。もし私の推測が正しければ、お前こそが、9つの霊脈を持つ、世に先天的金銭と呼ばれる最後の弟子だ。何私が。清少は幼い頃から偽善者。お前の台頭を恐れ、世間の批判を気にしていた。幸いにも、両親は懸命で危険を察知し、お前から一本の霊脈を抜き取り、凡人に変えた。彼に見つからぬよう。しかし運命は残酷だ。墨地。父と母の霊がずっとお前を守る。振り返るな。恐れるな。1000年修行してきたが、結局、すべてが無に帰した。林僕確かに私は負けた。お前は、復讐を望まぬか。どうともよ娘の時与楽は、剣の才能に恵まれこの章さえあれば、5番目の峰主となれる。何？私が峰主に。
申し訳ないが、私の娘には興味がない。星雲荘は底知れぬ力を持ち、背後には大衆王室がついている。今は復讐の時ではない。絶対に機会を逃すな。父よ。娘はどこにも行かないで。あんな峰酒なんて私には必要ない。これからもずっとお父さんとお母さんと、それにあの嘘つき弟子と。一緒にいたい。師匠、冗談は冗談として。私を2番目の母と呼んでね。バカな子、これからは家にいなさい。退屈したら、星雲荘で遊びなさい。お父さんがついてるから。そんなに人を困らせたりしないよ、お父さんみたいに。ワンアー姉さん、あなた。これからは家族だね。何？家族。彼女はアオラの弟子だ。確かに家族だ。ちゃんと話してよ。シャオヤンはあなたに身を任せた。それはあなたへの信頼だ。決して裏切らないで、わかった？わかった。痛い。本当に羨ましいな。今、災いをもたらす邪魔は消えた。そけは、喜びに喜びを重ねるべきじゃない？その通り。もう一つの喜びがある。リンも。昔、あなたとワンアーの結婚式はあまりにも簡単だった。今、正家の令嬢も心を寄せている。提案がある。戻って情の核体制下に告げ、結婚式を再び挙げよう。二人同時にめとるなんて、刺激的すぎる。課長、賢明です。いい気になるな。嫌だ。お父さんの顔がモデルすぎるから。少しはお父さんを責められないな。宿主、養女数鎮度。好感度大幅上昇。現在進捗 100%。新しいシステム機能を解除しました。破れ同時、ついに好感度を最大にした。秘境の道は解除されました。この機能を起動すると、あなたは修行を身につけたまま地球に転送されます。この機能は片道転送です。抽選会には戻れません。慎重に考えてください。もうすぐ一流時報の場面だ。私に秘境の誘惑をさせるな。